もともとの専門は半導体工学でして、シリコン、主要な半導体のシリコンの微細加工を研究している研究室でした。トランジスタの微細化が進んで、その半導体と絶縁膜の界面をどのように欠陥なくきれいに作っていくかと、そういう基礎研究をしている研究。ずっとそれをやっていた研究室なんですか。はい。もともと私が研究室を立ち上げるときにこの羽ばたきロボットの研究を始めたので、私の先代の先生の研究室がそういう研究室。そういうことですね。それで、学生たちがちょっと飛ぶものでやってみたいということで、羽ばたきラジコンを買ってきたんですね。今の遊んでみたら結構いいと思いますよ。で、やるのはいいけども、なんか新しい機構をつけようということで、羽ばたきラジコンは手で持って投げ上げないと飛び出さないと。なるほど。市販のものって感じですね。なんで止まった状態から自分で飛び上がって、目的地に着いたら着地するようなものを作ろうと。ということで、最初考えたのが足をつけて折りたためる足、足を重りにして、足が地面についた状態で飛び上がって、で足の向きを変えて水平飛行するというものを作ってたらですね、足の代わりに結局は行き着いたのがこの電池を重り代わりにするってことなんですけども、それである程度のものができるようになりました。ドローンはずっとヘリコプターなので回し続けないと飛べないわけですね。なので航続処理にはどうしても限界があると思ってます。で羽ばたきは羽ばたきをやめれば滑空ができますので、多分そういう総合的に見たならば航続距離という意味でメリットがあるんじゃないかという。でやっぱり急に止まったりですね、急旋回したりアクロバット飛行できるっていうのは自然界の鳥とか昆虫は普通にやってるんですけども、人工的な飛行機でそれやるのは難しいですよね。そうですね。なのですごく物が込み入った林の中をスイスイ飛んだりとかっていうところではやっぱ羽ばたきの方がメリットが出てくるんじゃないかと。あと風に、今のところ分かんない、ドローンもどんどん進化しているので分からないんですけども、今のところ本当に天気が良くて風がない状態で安定した撮影ができたりするんですけども、多分でも火災現場とかそういう気流が乱れたところっていうのはなかなか今ドローンの撮影で難しいというふうに聞いておりますが、鳥は普通に飛んでますので。羽動かしてないですからね。そうだね、風を掴んでるんですよね。要するに全くエネルギーゼロで飛んでますよね。例えば車の渋滞でもそうなんですけど、前の方が見えたり、あと高速道路のサービスエリア入った時もどこが空いてるかが上から見えたらいいなと思うんですね。車の上についててその近くに来たらちょっと蓋が開いてドローンが飛んでって周りを見てみてくれてだったらね、カーオプションとかでもいいかもしれませんよね。なるほど、カーオプションあといろいろこの聞き込み調査ともやったんですけど、学生たちが同時に例えば農家とか、あるいはゴルフ場とか、害獣対策というのは結構人手が必要で困って、害獣、イノシシが掘り返して、猿が作物を持っていっちゃうとか、イノシシが掘り返しちゃうとか、そういう人手が必要で、だけども高齢化が進んでなかなかもうそういう作業が追いつかないというところでは、結構切実にこういうロボットが獣を追い払ってくれるとかっていうのを必要としているところがありますね。今まで日本の半導体がこのまま衰退していくのを指をくわえて見てられないって思いで、割とこう日本のためにこの研究やったんですけども、ただコミュニティはやっぱり大きい方がいいですので、なんかこういうものがですね、例えば 3D プリンターで今どこでもものがね生産できる時代になりましたから、なんかそういうこういうドローンをある程度皆さんにお配りできる水準に達したならば、いろんな世界中の人に使ってもらって、でどんどんもうみんなの力を借りて技術を高めるとかっていうところに持ってったら楽しいなと。